ここは鹿児島県鹿屋市。鹿児島県の中でも3番目に大きな町だ。ここ鹿屋にはもう一つの顔がある。海軍の町鹿屋。かつて大日本帝国海軍の主力基地として重要な位置を占めた歴史がある。後に真珠湾攻撃の重要な場所となり、神風特別攻撃隊の出撃基地となった歴史を歩んだ町鹿屋。鹿屋で戦争が始まり、戦後が始まった。鹿児島空港から車で1時間半、人口約10万人が住む鹿屋市。ここには海上自衛隊鹿屋航空基地があり、多くの観光客が訪れる鹿屋航空基地資料館がある。鹿屋航空基地は1936年、日中戦争の1年前に創設されたのが始まりだ。1941年に鹿屋基地内で行われた極秘会議で真珠湾攻撃の作戦計画が練られた。鹿屋が戦争が始まった場所と言われるようになる。海上自衛隊三大資料館の一つである鹿屋航空基地資料館は、旧海軍航空隊の創設から太平洋戦争現在に至るまでの貴重な資料を展示してあり、見るものが非常に多い。その中でも目を引くのが復元された零式艦上戦闘機52型、いわゆるゼロ戦だ。2機の残骸で復元されたゼロ戦はとても綺麗で、昔の飛行機とは思えないほどの美しさを感じる。操縦席を覗くとさまざまな計器を見ることができる。現代の飛行機のようにコンピューターなどないので、操縦者自ら計算を行い飛行させなければならないので、多くのスキルを必要としたそうだ。対ゼロ戦空戦戦術の考案者ジョン・スミス・サッチは、ベテランパイロットにとってはいい飛行機だが、そんなパイロットがいなくなったら命運は尽きるだろうと言葉を残している。そして資料館の展示は特攻作戦の展示室へと続いていく。1945年、鹿屋基地に特攻作戦を指揮する第5航空艦隊司令部が設置された。そして鹿屋基地をはじめ串良、国分、泉田などの各基地に出撃命令が出されていた。中でもこの鹿屋基地からは、日本で最も多い908名の特攻隊員が出撃し戦死している。特攻隊といえば知覧が有名で、鹿屋はあまり知られていない。映画「永遠のゼロ」の舞台となった鹿屋基地周辺にも多くの戦争遺跡が残っている。鹿屋基地から車で20分ぐらいのところにある串良平和公園。かつて串良航空隊の航空基地があったところで、公園前にある2つの直線道路は特攻隊が飛び立った滑走路だ。かつての日本の滑走路の交わる場所には、串良基地から出撃し命を落とした特別攻撃隊363名、一般攻撃隊210名の方々を祀る慰霊塔が建てられている。慰霊塔の近くには串良海軍航空基地地下壕電信指令室が残されている。串良基地から飛び立った特別攻撃隊員が突撃前に送る電信を受信していた地下壕だ。非常に頑丈なコンクリートで作られた幅150センチの爆風よけ防御壁。
壁を抜け地下壕へと入っていく。地下壕に入っていくと次第にひんやりとした冷たい空気を感じる。保存状態がとても良い地下壕電信室。幅4メートル、奥行き15メートルのこの場所で特攻隊の最後の電信モールス信号を受け取っていた。24時間3交代制で任務に当たっていた通信兵。4台の受信機と電話機、発電機、そして電話機という設備で特攻隊員の成果を受信していた。この地で、この場所で通信兵が感じたのは同志を失う悲しみか、または成し遂げられたことへの思いだろうか。やがて太平洋戦争の末期になってくると米軍の標的となり、度重なる空襲を受け多くの市民が犠牲になる。鹿屋にもう一つあった笠野原飛行場跡に残る川東掩体壕。ゼロ戦を空襲から守るために作られたコンクリート製の格納庫だ。白洲台地の鹿屋では希少なコンクリート製の掩体壕となっている。太平洋戦争末期、陣雷部隊が鹿屋に編成された。小型の航空特攻兵器桜花は機首部に大型の爆弾を搭載した人間爆弾と呼ばれた。一機で戦艦や空母も撃沈できるとされた切り札だった。しかし出撃機の多くが目標にたどり着く前に撃墜された。桜花作戦で失われた命は特攻による戦死と確認されているだけで430人になった。この桜花の碑の隣には曲がった国旗掲揚台がある。訪れた際には碑文を読んでほしいと思う。日本が降伏しなければ米軍による南九州地域を制圧するオリンピック作戦を実行しただろうと言われている。日本軍は本土決戦を見越してさまざまな準備を行った。高須統治下は米軍の本土上陸に備えて監視を行う場所だったとされる。しかし1945年8月15日、戦争が終わった。米軍は鹿屋と東京近郊の厚木を最初の占領地に、そして進駐軍2500名がこの金浜海岸に上陸した。鹿屋で戦争が始まり、戦後が始まった。